皆さん、こんにちは。寺島です。今回なんですけれども、チャット GPT でリアクト製のポートフォリオサイトを作っていこうかなと思います。おそらくこの動画をご覧になっている方は、チャット GPT っていうのは何かはすでにご存知かなと思うんですけども、ざっくり説明すると、OpenAI 社が開発している対話に特化した言語モデルとそれを用いたサービスとなっています。例えば、こんな感じでチャット GPT とは何ですかみたいなざっくりとした質問を投げかけると、それにこのサービスから応答してくれるといった感じですね。答えが返ってくるまでに少し時間がかかることもあるんですけれども、出力されたので実際に読んでみようと思います。チャット GPT は OpenAI によって訓練された大型の自然言語処理モデルです。このモデルは膨大なテキストデータセットを学習し、人間のように文章を生成したり、質問に対して回答することができます。チャット GPT は対話型の AI アプリケーション、サポートシステム、カスタマーサービスなど、多様な用途で利用されています。とのことで、確かに、現時点でいろいろな用途がすでに見つかってはいるんですけれども、今回はこのサービスだけを使ってリアクトでポートフォリオサイトを作っていこうかなと思います。この動画を見ることによって、チャット GPT のシステム面での使い方であったりだとか、どれくらい実用的かっていうことがわかるかなと思いますし、また実際に動作するリアクト製のサイトが確認できるようになるかなと思いますので、ぜひ最後までご視聴していただければなと思います。では早速質問していこうかなと思うんですけれども、そもそもリアクトが何かっていうところですよね。リアクトとは何ですかっていうのをちょっと聞いてみようかなと思います。で、生成されるまで少し待ってみようと思います。はい、回答が生成されましたね。少し読んでみようかなと思うんですけれども、リアクトは Facebook が開発した JavaScript ライブラリです。リアクトは Web アプリケーションを構築するための UI、ユーザーインターフェース、コンポーネントを提供します。リアクトはコンポーネントを使用したアプリケーションをモジュール化し、再利用可能なコンポーネントを作成することができます。リアクトは高速で効率的な更新を実現するバーチャルドムという仕組みを採用しています。リアクトはフロントエンド開発において非常に人気なフレームワークの一つです。とのことで、大体この回答自体は合ってるんじゃないかなっていうふうに思いますね。そしたら早速、いろいろと質問していこうかなと思うんですけれども、そうですね。リアクトでプロジェクトを立ち上げていきたいので、リアクトでポートフォリオサイトを作りたいです。プロジェクトの立ち上げ方法を教えてくださいみたいな質問をしてみようと思います。はい、そうしましたら、ちょっと途中ではあるんですけれども、生成される気配が感じられないので、ちょっと上から順番に読んでいこうかなと思います。リアクトを使用してポートフォリオサイトを作成する手順について説明します。で、まずは Node.js と NPM をインストールするっていう風にありますね。で、確かにこれは必要になってくる手順かなと思います。で、続いて React プロジェクトを作成するっていう風にあるんですけれども、必要になってくる CLI として Create React App というものがあるらしいので、そちらを npm install-g としてインストールして、次に以下のコマンドを実行して React のプロジェクトを作成しますっていう風にありますね。なので、まずはここまでやっていこうかなと思います。で、Node.js と NPM をインストールするっていう風にあるんですけれども、自分の手元の環境だとすでにそれは入っていますので、ここの手順についてはスキップしようかなと思います。で、ターミナルを開くんですけれども、で、現状自分は今 SRC のフレームワークスの React っていうディレクトリの中にいる状態です。で、ここから先ほど教えてくれたコマンドを実行していこうかなと思います。コピーコードを押すとコピーできるので npm install-g react create app を実行していきます。で、その前にちなみになんですけども、現状の Node.js のバージョンは 16.13.0 を使っています。はい、そしたら npm install-g create react app を実行します。で、終わりましたね。そしたら続いて先ほどのコマンドで create react app の my portfolio を実行していきます。なんか動いてますね。これだけでもいろいろ教えてくれた結果の通りにやっていて何か動作していることが確認できるかなと思うので、結構優れているんじゃないかなっていうふうに思わされますよね。クリエイトリアクトアップの実行には少し時間がかかるので待とうかなと思います。はい、処理が完了しましたので、ここに書いてある通りにいくつかやっていこうかなと思うんですけれども、まずリアクトっていうディレクトリの配下に MyPortfolio っていうディレクトリが作成されたので、そこに書かれているように dMyPortfolio で移動しようと思います。で、その後に npm スタートをやると良さそうな雰囲気を感じるんですけれども、ちょっと一旦戻りまして、
リアクトコンポーネントを作成するっていう風にあるんで、これをやっていこうかなと思います。で、リアクトコンポーネントを作成するっていう風にあるんですけれども、ちょっと中のコードを見てみようかなと思います。で、そうしましたら、もう一回ターミナルに移動して、自分は VS コードを使っているので、コードコマンドで VS コードを立ち上げていきます。すると何やらいろいろ立ち上がりまして、で、ここからいろいろ動作確認をしていけるかなと思うんですけれども、SRC ディレクトリの中を見てみますかね。そうするといろいろ何やらファイルが出来上がっているのが確認できるかなと思いますが、ちょっと戻って、コンポーネントを作成するのは多分ホームページっていうコンポーネントを作成する感じになっているので、ホームページ、そうですね、ホームページ .js でいいのかな。ホームページ .js っていうのを作って、その中にコピーコードっていうので貼り付けていこうと思います。で、リアクトコンポーネントをレンダリングする、作成したコンポーネントをレンダリングするために index.js ファイルを編集しますっていうふうにあるんで、指示に従って index.js を編集していこうと思うんですけれども、すでにいろいろ記述がありますね。ただ、一応指示通り、ちょっと全無視して、ここに書いてあるものは全て削除した上で、貼り付けて、ホームページっていうのが読み込めるか確認していこうと思います。で、プロジェクトを実行するっていうふうにあるんですけども、すでに CD My Portfolio は終わっているので、npm スタートを実行していこうと思います。で、そうしましたら、ターミナルに移動しまして、画面を分割して、で、ちょっと見にくいので、この状態で npm スタートですね。で、すると、ローカルホスト3000が勝手に立ち上がりましたね。で、なんか表示されてますね。Welcome to my portfolio っていう風にあるかなと思います。で、ちょっと大きさはリセットしましたが、で、これが VS コードのホームページ .js が出力している結果であろうことがなんとなくわかるんじゃないかなと思います。で、ここまでは、一応 Node.js とかターミナルとかいろいろ使ってるっちゃ使ってるんですけれども、基本的にはチャット GPT の指示通りにプログラミングをやっているので、これで動作する環境が手に入れられるってかなりすごいですよね。このローカルホスト3000とかっていうのも、今回 NPM スタートをしたら勝手に立ち上がりましたけども、ここまで教えてくれているので、非常に優れてるんじゃないかなっていうふうに思います。で、そうしましたら、これだけだとさすがにポートフォリオサイトが完成しましたとは言えないかなっていうふうに思うので、ちょっとこのホームページコンポーネントの記述を変えてもらおうかなっていうふうに思います。で、ポートフォリオサイトを作成するにあたって、いくつかその記述したい項目があるかなっていうふうに思うんですけども、そちらについてはすでにまとめてありますので、それを実装していってもらおうかなと思います。そうしましたら、ホームページコンポーネントをそうですね、修正したいです。以下の項目を表示してくれますかみたいな感じにしていきますかね。で、以下の項目っていうのが、これですね。ちょっと見えにくいかもしれないんですけれども、用意したものが名前として自分の名前と自己紹介文として何か文章と習得しているスキルとして今回適当に HTML、CSS、JavaScript、React の4つにしましたが、これらをコンポーネントに表示してもらおうかなと思います。生成が終わったので結果を確認してみようかなと思います。何か表示されてそうな感じがしますよね。ちょっとコピーして移動して全部一回削除して貼り付けて動作を確認してみようと思います。なんか表示されていますね。ちょっとそれっぽい感じが出ていいんじゃないかなっていうふうに思うんですけれども、デザインが何も当たっていないので、少しデザインを当ててほしいっていうことを頼んでみようかなと思います。そうですね。そしたら、ありがとうございます。このホームページコンポーネントは見た目が簡素なので何かしらデザインを当てたいなと思います。デザインが当たるように修正してくださいにしますかね。生成が完了したようなので結果を見ようかなと思います。結構長いコードが生成されたようですね。で、はい、見た目を当てたホームページコンポーネントを作成いたしますっていうことで、先ほどのやつにちょっと記述が追加されていますね。なので、これをコピーして
貼り付けていきますが、ホームページ .css っていうのが追加されているようなので、こちらをコピーして同階層ですね。同階層に追加します。で、合わせて CSS を用いてデザインを当てることができますということで、このコードを貼り付けていこうかなと思います。はい、貼り付けました。で、この状態でちょっとデザインを確認してみようかなと思うんですけど、なんか中央寄せになっていて、ちょっとそれっぽさが増しましたよね。ただもうちょっとなんかやりたいなっていうふうに思うので、そうですね。今回作成してもらったデザインに色味をつけたいです。青系が良いです。みたいな感じにしますかね。生成が終わったようなので確認していこうかなと思うんですけれども、何やら記述が追加されているようですね。で、メッセージを見る限りだと、背景色をライトブルー、テキストカラーをホワイトに変更することで青系のデザインになりますっていう風にあるので、自分は CSS がわからないという体で話すんですけれども、何やらサイトのデザインが変わっているようなので、これをコピーしてまた貼り付けていこうかなと思います。多分ホームページ .css に貼り付けていけばいいかなっていうふうに思うんで、全部削除して貼り付けてデザインが変わったかを確認します。変わりましたね。かなり個人的にちょっと想像してたよりも、パステルカラーのデザインになったんですけれども、ちょっとこれは変えてもらえますかね。今回作ってもらったデザインの青は少し薄い気がするので、もう少し濃い青にできますかにしてみますかね。生成が終わったので確認してみようかなと思います。で、メッセージを見る限りだと、背景色をシャープ 00BFFF に変更することでもう少し濃い青になりますっていうことなので、ホームページのこの箇所が変わっているようですね。なのでコピーコードからまた変更を反映してみようかなと思います。で、ちょっといい感じになりましたね。で、そうですね、もう少しちょっといろいろやりたいかなっていうふうに思うので、スキルのところに画像を追加してもらえますかね。ちょっとそれができるかわかんないんですけど、確認してみようかなと思います。このデザインの状態でスキルの箇所にそれぞれ画像を追加したいですにしてみようかなと思います。生成が完了しました。画像を適切な場所に配置しますっていう風にあるんですけれども、スキルが更新されていることがわかりますね。なのでちょっと見ていこうかなと思うんですけれども、とりあえずこのコードをコピーして戻ってホームページ CS に移動して、多分この UL っていうところが対応するかなっていうふうに思うんで変更してみますかね。はい、変更してみたんですけれども、これで動作するかっていうのはちょっとわからないですね。ちょっと警告が出ちゃってますね。何やらまずそうなので、ちょっともう一回確認してみようかなと思います。生成が完了しました。で、ごめんなさい。先ほどのコードは動作しないかもしれません。代わりに以下のようなコードをお試しくださいっていう風にあるので、これを反映していこうと思います。で、見た感じ多分リアクトのコードになっているかなっていう風には思うので、全部削除して貼り付けていくんですけれども、エラーが出ていますね。で、これは画像が多分足りないっていうことかなっていうふうに思うので、この画像はちょっとこちらの方でネット上から適当なものを拾っておこうかなと思います。
必要になってくるのが HTML ロゴと CSS、JavaScript、React なので、この4つをダウンロードしていこうかなと思います。はい、めちゃくちゃ適当ではあるんですけれども、同じ階層に React とか HTML とかの画像をダウンロードして持ってきました。で、この状態でサイトを確認してみようかなと思います。なんかめちゃくちゃデザインが崩れていますね。なので、ちょっとお願いをしてみようかなと思います。画像の表示に成功しました。しかしデザインが崩れているため、このホームページコンポーネントのデザインを修正してくださいにしますかね。生成が完了したようなので確認していこうかなと思います。で、見た感じ CSS と React のファイルの中身が生成されてるっぽいので、例によってコピーしていこうかなと思います。で、コピーして全選択して削除して貼り付けですね。で、合わせて CSS もコピーして削除して貼り付けですね。で、これでどれぐらいうまくなっている、うまいこと言ってるか確認しようかなと思うんですけど、なんか、ちょっと崩れてる部分もあるんですけども、結構いい感じっちゃいい感じですよね。ただ最初にお願いした色味が反映されてないので、ちょっとそれをお願いしようかなと思います。このデザインの状態で色味を濃い青にしてください。いきなりちょっと短い回答が返ってきちゃったので別の質問の仕方にしようかなと思います。先ほど作成してもらったホームページコンポーネントのデザインをレイアウトはそのままで背景色を濃い青色に変更してください。同じような答えしか返ってきませんね。ちょっと残念じゃ残念なんですけれども、今回は作成するサイトはこれぐらいに留めておこうかなっていうふうに思います。一応生成されたコードとかがいくつかあるので、ここから勉強とかをしていくっていう方法もできなくはないじゃないんですけれども、いや、できなくはないというか、できるかもしれないんですけど、個人的にはあまり効率はいいかって言われると効率はちょっと悪いかなっていうふうには思いますね。そしたら一応今回作成したコードっていうのは GitHub に上げて概要欄にも貼っておこうかなっていうふうに思いますので、実際にどういったコードが生成されたかっていうのが確認したい方は、ぜひ概要欄から確認していただければなっていうふうに思います。で、今回作成したサイトなんですけれども、このままだとちょっとあまりにも簡素すぎるかなっていうふうには思うので、もう少しちょっと、手を入れる方法があるかなと思いますので、そちらについても、今後解説していければなっていうふうに思います。また今回、一応あまりそのフロントエンドの知識とかがないっていう体でサイトの制作を進めていったんですけれども、もし今自分がプロジェクトを始めるんだったら、こういった風にやらないなとか、こういった風に記述しないなっていう風に思う点もいくつかありましたので、そちらについても今後の動画で解説していこうかなっていう風に思います。ですので、今後が気になる方はぜひチャンネル登録をしていただけますと幸いです。また最後に自慢ユーデミーで講師をしています。概要欄にお得に講座が買えるクーポンを貼っておきますので、気になる方は、ぜひチェックしていただければなと思います。それでは今回の動画は終わりにしようかなと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。